健介様、何なんですかそれ。へえ。まさかもう寺院を引き払ったなどということは。そのはずですが。勝手に入っちまえばいいんじゃねえか。構わぬであろう。要は将軍ぞ。そうそう、公方が言ってんだから構やしねえって踏み込んじまうぜ。叱られるのは公方だけだからいいだろ別に。どうして余だけが叱られねばならぬ。夫なのだから主様も一連卓勝であろう。とやーやあやあ、遠からん者は音に聞け。近くばよって目にも見よ。我が名は人呼んで越後一の義教人、樋口愛名兼次になるぞ。どやー。今御大将は愛し恋しの我が主空様と親子の時間を過ごしておられる真っ最中にあらせられます。どや。この樋口愛名兼次、愛の守護者として空様の大切な時間を何人たりとも邪魔させるわけにはいかぬのです。まさに今愛名は愛に準じるのですぞ。どや。なんだこいつめんどくせえな。主様、このような小娘、ようもまあさらってこられたの。どうやじゃありません。何をしているのですか。アイナは今まさしく親子愛を妨げる者たちをその身をもって盾としていたところ、あたごに増します神々もご承覧あれ。我が名は樋口愛名兼次、愛に生き愛に死す。ちょっとそこにお座りなさい、アイナ。まったくもう。健介さんたちは御大将がお呼びになったお客様です。この間のお礼を言うならまだしも、そうやって邪魔をして。ですが母上、アイナは。ですがも春日もありません。そもそもこの間の春日山が落ちた時も。ほっとけ。親子喧嘩に口出すバカは鹿に蹴られて死んじまうぞ。本当に心配ばかりかけて。アイナ、無事で、本当に無事でよかった。なあ、野暮だろ。あれ、小夜叉ちゃん、もしかして。なんでもねえよ。あっち向いてろ。
様。はい、ミクお姉様から聞いています。お姉様もお待ちですから、奥へどうぞ。はい、あの時はありがとうございました。あの二人は放っておいて平気なんですか？ほっとけほっとけ。子供じゃねえんだから終わったら勝手に戻ってくるだろ。アイナちゃんはまだ子供。大丈夫です。アキコも本当はすごくアイナのこと心配していたみたいで、戻ってきてからはもう何度もああして叱っては泣いていますから。どうかなさいましたか？はい、ありがとうございました。ミクお姉様、ケンスケ様たちがお越しです。入りなさい。あら、これだけ？違う違う。今日はクーとアイナが戻ってきた宴をするから呼んだだけよ。何も聞いてないの？死者の方からは至急来るようにとしか。お姉様、先ほどはケンスケ様たちを呼べとしか。そうだっけ？はい、お姉様、しっかりしてください。そういう肝心なところが抜けているのはお姉様の悪い癖ですよ。ごめんね、クー。今度から気をつけるわ。はあ、越後の竜もマナ娘には頭が上がらんか。そうじゃな。双葉のことはいつも思っておるわ。ケンスケ様、どうなさいます？せっかくここまで来たのじゃ、宴に顔を出しても罰は当たるまい。俺は帰るぞ。宴なんて興味ねえし。なあ。あんた、ケンスケ隊のちっこいやりつかいの2番目っすよね。ザクロといざ尋常に勝負っすよ。んだとこら、今なんつった？ザクロといざ尋常に勝負っす。んなもん聞いてねえ。その前だ。ちっこい。ちっこいのはこれから母みたいに勝手にでかくなんだからいいんだよ。いいなあ、小屋社長。瞳子さんで保証されてるんだもんな。ですよね。主様も余裕じゃな。ちげえよ、その間。やりつかい。てめえ、わざとだろ。2番目？そうそう、そこだよ。誰が2番目だ。誰が。じゃあ1番目は誰なんだよ。やるやるいう鹿角の母ならまだしも、ホンダのガキが1番で俺が2番目だと。てめえ、表に出ろ。ぶっ殺してやる。おお、上等っす。こっちこそ刀のサビにしてやるっすよ。
別にいいわよ。お腹空いたら帰ってくるでしょ。松葉、立ち会ってあげなさい。宴。松葉、立ち会うんすよ。行く。そちらは止めなくてよろしいのですか？噛みつく？そんなの向こうのス野郎に言えよ。俺は手加減なんかしねえからな。うまく殺されねえようにしろよ、てめえ。上等っす。すごい。ご飯です。真っ白でツヤツヤしてますよ、健介様。すごいです。コク高こそそれほど多くありませんが、越後の米は美味しいですよ。残念ながら土地は広くてもあまり米の取れる土地柄ではありませんから。雨が降れば川は溢れますし、沼地も多くて水はけもあまり。ええ、今日の三条錦にはずいぶん面倒をかけさせられたけどね。青曽座のことまで幕府に言われてもどうにもならんわ。別に余が三条錦に青曽のお墨付きを与えておったわけではないのだぞ。何ですか？ご存知じゃなかったんですか？もう健介様ったら適当なんですから。青苧っていうのは私たちの着てる麻布の材料なんですよ。すごいんですか、しずくちゃん。越後青苧は全国に出回っていますから、多分私たちの服も麻の部分は越後青苧が使われているはずですよ。その青苧座を仕切っていたのが都の三条錦家なんです。何こそこそ話してるのよ。驚いた？すごいです。びっくりしました。たまには私たちが健介たちを驚かせてもいいでしょ。もしかしてこんな美味しそうなご飯を毎日？まさか普段は健介隊に補給している食事と大して変わりませんよ。さよう。本当はもう何日かして使う予定だったところを空様ご帰還の祝いと称してお振る舞いいえ、戦を控えた数日は美味しくて栄養のあるものを振る舞って兵たちの英気を養うのが御大将のやり方ですから。それに食事が豪華になると戦が近いのだなという心構えにもなりますから。
美味しいです。シノがいれば羨ましがったであろうな。ならお土産に持たせましょう。よろしいのですか？はい。健介隊にはまだまだ働いてもらわなくてはなりませんから。でしたらありがたく。よろしいですか、健介様。ふむ。魚一匹でこれ以上の働きを示せと申すか。安う見られたものよの。そこまでケチなことは言わないわよ、カズハ様。時期が来たらそちらへの振る舞いもするから楽しみにしていなさい。いいわね、アキコ。承知しました。アイナを助けてもらったこともありますし。母上。何？アイナはずっと疑問に思っていたのですが、本当にクー様とアイナはこのスケベに助けられたのですか？どや？これアイナ、健介さんとお呼びしなさい。でも松葉殿やザクロ殿はあやつのことをスケベスケベと言っていたのですぞ。ならばまさしくスケベの証。ドーン。まったくあの二人は。アイナも助けられた身でしょ。そんな礼を失した子に育てた覚えはありませんよ。では程よく間を取ってスケベさんでどや？まあ間違ってはおらんな。そうですね、スケベ様。慣れれば悪くないかもしれませんよ、スケベ様。冗談ですよ。で、実際のところどうなの？アイナはあんなだけど嘘をつくような子じゃないわよ。いえ、本当ですよ、ミクお姉様。私もアイナもケンスケ様たちに助けていただきました。なんですと？アイナの預かり知らぬところでそのようなことが。なんで助けられた本人が知らないのよ。本当に気絶させてたんですか？それはまあ言いましたし、話がこじれるとは思いましたけど、だからってまさか本当にするなんて。ちょっと、じゃあクーは？ミクお姉様、私は。そう、首の後ろに人を入れてなんてことはしてないのね。アイナにはしたんですね。ご安心くださいませ、母上。その時のことアイナは全く記憶にございませぬ。どや？アイナ、そこは自慢するところじゃないから。で、クー、アイナが気を失ってる間にこいつにひどいこととかされなかったのよね。ちょっとケンスケ様！わからないわよ、あなたなら。ケンスケ様？主様、いくら手が早いと言うても。そう？クーがそう言うならいいけど。でも、もしクーに何かしてたら、わかってるでしょうね。安心せいミク。その時はヨラが責任を持って主様をそちらへ突き出そうぞ。煮るなり焼くなり好きにするがよい。頼むわね、カズハ様。主様も分かっておろうな。ですが、
こうなればアイナの気持ちが収まりませぬ。空様をお守りできぬばかりか、このような誰とも知れぬ馬の骨に、空様の大事な、本当にすみません。人の話を聞かない子で。この越後切手の義兄人、樋口愛名兼次の愛と怒りと悲しみの怒りの拳、受けてみよう。チェイサー。まさしく怒り心頭なのじゃな。いやー、それどうですかアイナの怒りはこんなもんじゃないのですよ。どやこれはミク様の分、これはクー様の分、そしてこれがアイナの分。なんで私の怒りまで水増しされてるわけ？そしてスケベさんへの怒りの炎がアイナに新たな力を呼び覚ましたのですぞ。必殺アタゴ。いい加減になさい。またアイナ、そうですか。よかった。アキコ。私がする分にはいいんです。親子の愛の無知なんです。いえ。では私とアイナはこのまま下がりますね。クー様もよろしければ。ミクお姉様。ええ、まだ疲れも残っているでしょ。湯も支度してあるからゆっくり休みなさい。はい。健介様もおやすみなさいませ。クー様、ここはお任せよ。寝言でもクーの一番の中心でいてくれるのね。ありがとう、アイナ。ケンスケ、その手。いいわ。こっちに来なさい。長尾家で怪我人を手当てもせずに返したなんて言われたくないのよ。いいから来なさい。主様、夜ももう眠いゆえ先に戻っておるぞ。ついでに森のも拾って帰る。
るしかないよ、しずくちゃん。分かっておるわ。ではな。ならこっちに来なさい。何よこの程度。男なら我慢なさい。こんなものかしら。ザクラは怪我なんかほったらかしだし、松葉とアキコはそもそも怪我なんかしないもの。あら、気になる？いやらしい意味で？戦場に立っていれば怪我の一つや二つするわよ。そんなものない方が不思議でしょ。何？たらし殿は生娘かどうかだけじゃなくて体に傷がついてるのもダメなの？必要だから戦うまでよ。まあ私のは不覚を取ったからだけど。まだ元服して間もない頃よ。足に矢を受けてしまってね。残念、内股よ。ほら、やっぱりいやらしい目で見てる。変態。褒めても何も出ない。っていうか、褒められた気がしないんだけど。今回は助かったわ。二人を助けてくれたことよ。わかりなさいよ。その傷もどうせその時の傷が開いたんでしょ。正直期待してなかったのよ。城に忍び込んで調査するだけで上等くらいに思ってたけど、まさか本当にクーとアイナまで連れ出してくるなんてね。嘘。ちゃんと聞いてるのよ。春日山への侵入経路の見当をつけて侵入の具体案を考えたのもあなただって。やっぱり健介なんじゃない。でもそんな優れた将たちを取りまとめているのは間違いなくあなただわ、スケベさん。幕府公認の天下御免のスケベでしょ。そこまで来れば十分にお家流の領域だわ。そうね、褒め言葉よね。
なんでもないわ。ただ、優秀すぎる相手って、私嫌いなのよね。ええ。私は、私のものが一番大事なの。クーも、越後も、アキコやアイナ、ザクロたちも、そんな大切なものを脅かす相手には、容赦はしないわ。たとえ、姉様や母様でもね。そうよね。もともと織田のものだものね。理由を知っているなら飛び加藤がどうなったか、それも聞いてるんでしょ。あなたは飛び加藤でもできないことを平然とやってのけた。あいつよりもっと優秀ってことになるわ。そうね。いっそ殺しちゃおうかしら。抵抗しないの？厳しい判断を下せるようにするんじゃなかったの？生きて鬼を退治するために。物忘れはひどくないつもりだもの。じゃあ、ここで私がこの手に力を込めたら？つまんないわ。命乞いくらいしなさい。面白い命乞いね。何よ。そんな寝言を起きて言うやつの言葉なんかこれ以上聞きたくないわ。本当に永久に眠らせてあげましょうか。あとちょっとで折ってたわよ。で、なんですって？まだ言う？まあいいわ。クーのこともあるし、一度だけ聞いてあげる。鬼を討伐するための仲間集めでしょ？あなたの手地肉林に付き合う気はないわよ。なら何よ。可愛い女の子に囲まれてお楽しみ？
座を？意外と効いてるのね。あなたを利用しろってこと？私を垂らす自信があるってこと？ずいぶんね。それは悪くないわね。いいわ。今日はその命乞いで許しておいてあげる。なら最後に一つ私からも聞いていい？私や越後にとってその同盟が得なのは分かったわ。さらなる発展が見込める可能性も戦が減る可能性もね。でも私が健介を夫に迎えるとしてあなたには何の得があるの？それだけ？ちっちゃ！まあいいわ。けど結局七肉林なんじゃないの？一緒にしてほしくないんだけど。本当にあなたと話してると何もかもがどうでもよくなってくるわ。何よ？手を離した後でよかったわね。さっきのままで言ってたら間違いなくその首へし折ってたわよ。そんなの当たり前でしょ。私だって好きな男でもできたらそいつを裏切ったりしないわよ。ええ、そうよ。きっとね。もういいわ。私ももう疲れたからお湯を使って寝ることにするわ。あなたと話すといつもこう。なんでこうも疲れるのかしら。はいはい。とにかく明日からまた働いてもらいますからね。またね。またね。